皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今日は日本の童謡茶摘みを練習していきます。この曲は通常のロツレチハ音階だけで吹けますのでレベル1となります。尺八を始められた方はとってもいい練習曲になりますのでよろしくお願いします。この動画の最後に私がギター伴奏して尺八のためのカラオケを作っておりますのでそちらの方もぜひ有効活用してください。このウッチーチャンネルは尺八を始められた方を対象に尺八ファーストな動画を目指しております。この動画を見て尺八を練習することでいろんな曲が吹けるようになると思います。いいねと思われた方はぜひチャンネル登録をしておいてください。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。どうぞ。まず尺八の持ち方は1項と2項の間に中指を添えて、そしてその裏が親指を入れて支えます。そして3項と4項の間に左手の中指を添えて裏に親指を持ちます。こういった形が最初のニュートラルな形になります。そしてロの音、1項を閉じて2項を閉じて3項を閉じて4項を閉じて5項裏の穴も親指で閉じた状態がロの音になります。次にツの音、1項を開けてあとは全部閉じます。次にレの音、2項を1項と2項を開けてあとは全部閉じます。次にチの音は3項も開けて4項と5項裏の5項を閉じた状態がチの音になります。次にハの音ですが4項を開けて5項だけを閉じた音になるんですが支えで1項と2項を閉じておいてもいいです。通常1項と2項を閉じてで3項と4項を開けて5項を閉じた状態になります。で次がロの音でカンの音、1オクターブ先ほどの音より高い音を出していきます。まずは全部塞いだロの音、カンのロ、カンのツの音、カンのレの音、カンのチの音、カンのハの音、それではオツのロツレチハ、カンのロツレチハ、順番に吹いていきます。
それでは先ほどのロツレチハ音階を踏まえた上で茶摘みの1段目を練習します。1段目のポイントは音の切り方、地の音の切り方と歯の音の切り方。まずは地から。左手の人差し指を切っていくんですけど、大きく切ると大きく切った時に歯の音が大きく出てしまうので、低く打つ。これがポイントとなります。もうこれは訓練しかないです。続きまして、歯の音を切るときは5個左手の親指で切ります。尺八を始められた方は先ほどの地の音の人差し指よりも、かなり難しいです。難易度は高いので何度も繰り返して練習してみる必要があります。こちらの歯の音も親指を大きく叩いてしまうと変な音が出しゃばってしまいますので、低い軌道で刻んでいくことがポイントです。茶摘みの2段目を練習します。2段目はロの切り方。1項で全部塞いだ状態で1項で切っていきます。2項で切るやり方もあるんですが、2項で切るとちょっと派手めになる、音が派手めになりますので、本曲などをこれから練習しようとされている方は1項で切ることを練習された方がよろしいかと思います。
ちなみに2項で切ってみますと、ちょっと1項で切った時よりも音が少しちょっと派手めな音が加わっているように聞こえると思います。はい。よく聞かないとちょっとわからないのですが、そういう違いがありますので、よろしくお願いします。3段目は1段目と同じなので省略いたします。そして茶摘みの4段目を練習します。最後の段になります。4段目はレの音の切り方が出てきます。1項と2項を開けた音、3、4、5を閉じた音、レの音。で、切るときには3項で切っていきます。この3項で切るのも1項で切るよりも難しいです。やはりこれも地道な訓練がいりますので、頑張って練習してみてください。もしこの3項を大きく開けてしまうと、どうしても大きく開けたら地の音が大きく出しゃばってしまいますので、低い軌道で刻んでいくというところがポイントです。今日は童謡の茶摘みという曲を通して、尺八音階、ロツレチハ音階を復習したのと、音の切り方、地の切り方、歯の切り方、ロの切り方、レの切り方を練習していきました。それでは今から尺八のソロで茶摘みを吹いた後で、冒頭でもお伝えした通り、私のギターで尺八のカラオケも用意しておりますので、指の切り方を中心に何回も練習してみてください。それではどうぞ。